古漢の末期、第12代皇帝、霊帝の時代、東古の金によって多くの正義派官僚が朝廷から姿を消し、政治は幼少の霊帝を取り巻く宦官たちによって完全に牛耳られていた。これまで漢に忠誠を尽くしてきた人々の心は徐々に離れ、多くの人が乱世の到来と漢の滅亡は遠くないことを確信し始めていた。来たるべき乱世を勝ち抜き、次の時代を築く英雄はいつ、どこに現れるのか。ある豪族の家に南世の英雄たらんと志す若者がいた。しかも2人。諸南軍需要権の遠士、明帝、昭帝、和帝の時代に名臣として活躍し、使徒まで務めた延安が名声を大いに高めたこの一族は、延安の子の代、孫の代、ひ孫の代と4代続いて3個を輩出し、豪族の中の名門中の名門として地位を確立していた。しかし、孫やひ孫の代は、延安のような清流派ではなく、権力者におもねって蓄財と出世に努める人物が輩出されていた。まず、延安の孫の延統は良期におもねって官邸の擁立に参加し、三皇となった。その長男の延政は良期時代に、叶わぬことがあれば彼を訪ねよと言われ、良期とも関係が良好だったとある。ということは彼は良期の懐刀的存在であったと推測される。また、一族の縁者は宦官となり、皇帝の側近として権勢を振るっていた。このように良期や宦官の勢力に入り込むことで甘い汁を吸い、蓄えた財力と権勢をバックに人々の田畑を奪うなどして、さらに豊富な経済力を得るに至ったのである。当時の当主は延宝と延海の兄弟だった。そしてその次の世代には、創生した延政が妾との間に残した延生がおり、さらに延宝の子に延期と延術がいた。建寧2年、第二次東古の金が発生し、伊予藩法をはじめとする多くの清流派官僚が当人として逮捕され、次々と命を奪われていた。伊予陳藩と親しかった家業も指名手配となり、生命を変えて徐南軍に逃れてきた。この一帯は円家の荘園か。なんとか何日か滞在させてくれるとありがたいのだ。ごめん、恐れ入りますが、数日の宿をお借りすることは可能でしょうか。若殿、ある方が宿を求めていらっしゃいます。何やらただの旅人ではない様子ですが。それはひょっとすると、今朝廷から追われている当人の誰かかもしれぬな。ちょっと会ってみよう。この頃、延昌は牧羊の県長を辞任して、故郷で母の喪に服していた。家業を迎え入れていろいろと語ると、彼を自分の元に滞在させ、二人は非常に親しい友人となった。後人への追及は誠に厳しく、まだ泣くようには追っ手を逃れて身を隠している者が多数おります。そうなのですね。もしよろしければ、私が彼が落陽から脱出するのを助けることができるかもしれませんが、いかがでしょうか。そのようなことができるのですか。我が円家の者は頻繁に都に赴いております。白球殿はその馬車に密かに乗って都に入られ、追われている方々を誘ってまた同じように馬車でここに戻ってこられればよいのです。我が円家は幸いにして朝廷で力のある一族です。我々の馬車に手出しする者などおりませんし、軍の役人もここまで捜査に来る勇気はございません。もしそのようなことが可能であれば、どれほどありがたいでしょう。本書殿、恩に来ますぞ。家業は延昌の計略に従って落陽に多くの追い詰められた詩人たちを苦難から救い出してやった。宦官に捕らえられた者については、いろいろと計略を練り、うまく逃れたりかくまわれたりするようにしてやり、彼らのおかげで助かった者は非常に多かったのである。こうして印章の名声も大いに高まった。そして印章は家業のほか、長幕という五兄らと奔走の友となった。3年して母の喪が終わると、そのまま遡って父の遠征の喪に服した。服喪期間が終わると、今度は落陽に移り住んだ。延家は非常に勢力のある家である上に、延昌は要望が堂々として非常に威厳を備えており、その上彼が心を尽くして人物をもてなしたため、人材は皆競って彼の屋敷に赴いた。詩人は身分の皇帝を問わず、延昌は皆平等に、礼節をもってこれを空したため、身分の高い者の車、低い者の車が、彼の家の門外の街道を塞いでいたという。現本書は誰が招聘しても仕官せずに、じっとしたままその評判をひたすら高めているな。大勢の命知らずの賓客を養っている上に、奔走の友とかいう仲間が何人もいるらしいぞ。あの若造は一体何をするつもりでいるのか、要注意だな。おっと、これはまずいな。宦官の長中たちが延昌に目をつけているという噂は、延昌の叔父の宴会の耳にも入った。おい、本社。何にございますか。お前のことが宦官の中で噂になっている。お前は今に我が一族を滅ぼすぞ。は。延昌はこのように叔父からたしなめられたが、なお自分の行動を変えることはしなかったのである。一方で延昌のいとこの延術、彼は扁桃の次男の延宝の子である。若い頃はもっぱら狩猟に興じていたが、後に志すところがあり、
高廉に挙げられた後出世を続けていた。しかし彼の名声は袁紹には遠く及ばなかった。くそ、本書めかけの女子のくせに。いや、本書の名声を広めているのはあの科博級だ。あいつはなんて目障りなやつなんだ。偏術の怒りはある日大勢が集まっている席で噴出した。あの内容の科博級は本当にとんでもないやつだ。一体何があったのですか？あいつには3つの罪がある。ポート首は指揮権のある大先輩で孔明明徳の人であるのに、白球は彼を無視している。これが1つ目。虚子園はどんな隠遁で性格も行動も不純な人物なのに、白球は彼と親しくしている。これが2つ目。白林荘や解説な大した財産もなく貧乏に苦しんでいるのに、白球は肥えた馬に乗り最上級の毛皮を着て富を見せびらかしている。これが3つ目だ。大徳首は確かに体験人ですが、世を救うことはできません。虚子園は純粋ではありませんが、困難に赴くに太陽神を顧みません。だからこそ白球は善人を挙げるときには徳首を筆頭とし、難を救う人物を挙げるときには支援を筆頭とするのです。また白球はかつて武以降のために自ら刃を振るって仇を討ち、その偽名は大いに高まりました。その仇の家は巨万の財を蓄え、両馬は400頭あります。白球が痩せた牛や疲れた馬に乗り、道でひっくり返りでもすれば、それこそまさに胸を開いて仇に刃を突き立てさせるようなものでしょう。むむむ。それでもまだ袁術の気持ちは収まらなかった。これはコウロ殿。お主の軍の科博級は悪人だ。わしはフィツを殺してやらねばならない。これは何をおっしゃいますやら。家君は低血です。あなたは楽に彼を厚遇されるのがよろしいでしょう。そうすればあなたの良い評判が天下に轟くことになりますよ。そうか。このように袁術も詩人の中での自らの名声を大変に気にしていたのである。そして袁紹と袁術は同族として協力し合いながらも、内心では互いをライバル視していた。袁紹袁術らと同じ女南軍に巨匠という名士がいた。彼は人物の鑑定に優れており、毎月1日に人々を集めて当時の世の人物を評論することが有名で、絶対評と言われた。巨匠が行う人物評価は口コミで世の中の詩人たちに広がり、その人物に対する世論形成に大きく影響した。ある時、袁紹が故郷の女南に帰還する途中のこと。ほっとっと、いかんいかん。どうされました？わしがこんなに馬車と人々を盛大に連れて郷里に帰るところを虚子将殿に見られたら、どんな評判が立つか分かったものではない。申し訳ないが、皆さんはしばらくここにとどまってくだされ。私は先に馬車1台で帰ります。世の中の評判を人一倍気にしている袁紹は、巨匠からの評価にこれほど気を使っていたのである。袁紹と袁術、三国志を代表する2人の英雄が大きく羽ばたく日も近づいてきていた。赤丸です。五冠後期の袁氏の主流である袁統や袁海は正義派官僚ではなく、外戚や宦官などをその時の権力者にすり寄って出世し、一族の力はさらに高まっていました。袁紹はこうした風潮に反発し、仕官を拒む一方で家業、張幕といった当人たちと親しく付き合いながら、ひたすら自身の名声を高める戦略を取ったのです。対照的に袁術は、一門の名声をバックに高廉に推挙され、順調に昇進を重ねていきました。次回はいよいよこのシリーズの主役の一人である曹操の若年時代を紹介します。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。